弊社はですね、もともと奈良の地場産業が靴下の地場産業でして、繊維の加工を中心に受注をしてまいりました。今年で70周年になりまして、今はですね、化粧品並びに薬品、食品、雑貨等の主に受注している品目はですね、印刷、式パッケージ、クリアケースということになります。CX104 印刷機を導入したきっかけというのは、当然弊社は印刷機を導入する前は当然他社さん含めていろいろな複数の印刷機の導入も検討いたしました。ただ最終的には、大きく分けて2つのその目的がありまして、1つは生産の効率化、省力化っていうところと、あとはもう1つはやはり、現場作業者の負担を減らしていくということが大きな目的です。作業者負担で紙が、印刷機から出ないっていうところはやはり一番彼らにとって負担になってますし、そういったところを劇的にやっぱり軽減できる、もしくはその問題が発生しない確率が非常に高いっていうのが、ハイデルさんの一番いいところ。あとはもう一つは非常に水の安定性が非常に優れてるっていうところで、やはり最終的にはハイデルさんの104を選択させていただきました。基本的に私どもの方はですね、その短期的なビジョンと長期的なビジョンをいかに組み合わせて、総合的に見ていくのかというところが非常に大事だと思っています。目先の課題だけを潰すために投資をするということは僕ら決してありませんし、長期的に機械を使っていってどういうふうな成果を会社に還元させるのかというのは、やはりこれは非常に重要なところかなと思います。ね、あとはやはり以前はやはりこの印刷業界も、3K に近い業界というふうに言われてましたんで、人手不足っていうのはもう直近の課題でもありますし、でその中でやはり比較的その作業者の仕事への負荷をですね軽視する傾向にある業界でもあったんで、機械的なパフォーマンスで補うことができるんであれば、その辺を積極的に投資していきたいというところはあります。現在の稼働状況ですが、ハイデルの印刷機2台、2シフトで4名の機長で印刷を行っております。インプレスコントロールを使用することで、今まで印刷の色を安定するために苦労していたカラープロレス4色印刷での色の安定が一段と安定させることが容易となり、ロス率の軽減、最終工程の検査への負担軽減を図ることができ、人件費削減にもつながっております。以前 CD102 での生産としましては、月平均約250台、生産枚数120万枚、1台にかかる準備時間45分、ロス率約 3% となっております。CX104 を使用して印刷することで、現在では月平均約340台、生産枚数150万枚、1台にかかる準備時間を30分までの大きな生産効率を上げることに成功しております。弊社はやはりその多岐にわたって、カテゴリーがあるお客さんがたくさんおられますので、いろんなお客さんに対応するような方法を持ち出していかないといけないなと思っています。一番やはり今後やっていかないといけないのは、空真似をうちの中で、確立するということです。作業者の力量だったり、技術であったりっていうところに色の合わせ方をですね持っていくケースが非常に多かった。でそれによって非常に作業に時間がかかったり作業効率が悪かったっていうことになってたんですけど、カラー真似をやることによって、色の安定性並びに色の数値化でお客さんへの信用をご理解していただく材料をとりあえず弊社の方で揃えていくということが大事かなと思います。で、今後ですねその特色を4色に置き換えるっていうところっていうのは、必要不可欠になってくるっていうふうには、お話しさせていただいたんですけど、ある意味これはですね一本では非常に僕は厳しいかなっていうふうに思ってまして、
特色で色を合わすこともできるし、4色にまた置き換えて特色を表現できるっていうこの2つの引き出しを持っていることによって非常に、お客さんのカバー範囲が多岐にわたって広がって、また深度も非常に大きくなるというふうに思っています。そのためにこの今ベースとなってやろうとしている、弊社独自のカラーマネっていうのは必要不可欠かなっていう結論に至っているということですね。中国の方の進出はですね、約20年前に、中国無杓子の方に進出をしまして、化粧品、食品、薬品、雑貨等のカテゴリーに分かれて、受注を行っているっていうのが現状です。で、これは大きく他社さんがやられてないことだと思うんですけど、弊社で3年並びに5年でですね、働いていただいた中国の方をですね、また中国に、帰国された際にですね、技術が非常に向上したりですね、作業適性が非常に上がっている社員に関してはですね、うちの中国の工場でまた再雇用をするというような流れにしています。国内の工場と中国の工場でサイクルができているっていうところがありまして、これをもうかれこれ20年ぐらい続けています。そういう意味ではですね、かなりの人数がですね、うちの中国でもまた働いてくれてるっていうことがですね、今できてるっていうことはですね、非常に僕らにとってもありがたいことだと思っています。で、これまではですね、機械イコール男性が使うっていうようなもう偏重的なですね、偏った考えが非常に多かったと思うんですけどね、将来的にはですね、私的にはやはり機械のオペレーター、印刷のオペレーターもですね、女性化していってですね、非常に女性の雇用を積極的にですね、会社としてもやっていきたいなというふうに思っています。この8月からですね、女性だけの工場を作ってみようということでトライしています。で、管理者もですね、基本的に女性主体で管理させていますしですね、数ヶ月しか経ってませんけどですね、非常に効果も出ていますし、弊社としてはまた新しい発見がですね、やはりちょっと生まれてきているっていうのは非常にいいことかなというふうに思っています。何を会社が求めて、現場がどれだけ、作業をしやすく効率化になるのかというところをやはりしっかりと判断していきたいなというふうに思っています。現にですね、今入れさせていただいた機械に関してもですね、非常に現場はですね、例えば前準備が非常に楽になったり、切り替えが楽になったり、機械のスピードが上がったりっていうふうにですね、徐々に数値的にもですね、効率化の数値っていうのは向上しているというのが現実です。ただ、効率化に関しても行き着くところはですね、最終的に作業者が本当に幸せで仕事をしているのかとか、本当に作業者が楽しく仕事をしてくれているのかっていうところにも非常に僕は大事な結びつきになると思いますので、作業者がどういうふうにして思いで作業してくれているのかっていうのも大事にしてですね、見守っていきたいなと思っています。業界を牽引するような、ガリバー的な存在になりたいですし、社員とクライアントさんをつなぐコミュニケーションをしっかりとってですね、いい商品をですね、たくさん世に出していきたいです。